相撲は世界的に有名な日本の代表であり、実は古代中国にも相撲がありました。相撲といえば、実はとても古い皇帝子雄の部族時代にまで遡られ、当時、二つの部族が戦っていた時、頭を使ってぶつかる形でした。これが中国で最も早い相撲の起源であり、殷周時代では、皇帝は一般的に選手を選ぶときにレスリングの試合を使用しました。ゆっくりと発展した後、それは戦国時代の一種の競技になりました。秦と漢時代に角亭と呼ばれていた。中国南北朝時代から南宋まで相撲、あるいは双孔と呼ばれ、その後、徐々に一種のショーになりました。男性だけでなく、女性も参加し、女性はスピードとトリックが予測できないようで、女豹と呼ばれ、当時の相撲の技も非常に高い段階に進んであることが分かりました。女相撲の初め登場の書面記録が、秦の時代に発見されました。北宋の仁宗時代に至って、国は平和で、社会は安定していた。当時は、小相撲、京相撲、女性相撲、などがありました。相撲とは、土俵の内で、二人が取り組み、相手を倒すか、土俵の外に出すかすれば、勝ちとなる競技。秦と漢の時代には、角亭はスポーツイベントとは、見なされていませんでしたが、ジャグリングに分類されていました。宋王朝まで、東慶無価6と無料6の記録による、宋代の宮廷で、御用された力士は、すべて帝王の前衛軍曹だった、内藤氏と名付けられて、市政で演出するプロ力士は、皆自分の名前が付けております。勝者の報酬には、バナーとカーテン、シルバーカップ、カラーサテン、ブロケード、紙幣、馬などが含まれます。東王朝の皇帝は、ポロ、狩猟、相撲などのスポーツ好きでした。東北宋は特に相撲が大好きで、彼は一日に数回見ました。軍の施設でさえも、相撲の鑑賞を使って報われる。東王朝にとって、軍隊での相撲は、民間のものより大きく、影響力があります。しかし、宋王朝ではその逆で、宋王朝の民間相撲は大人気でした。東大の宮廷相撲から、宋大の民間相撲まで、宮廷の影響力は非常に大きい。おそらく、これはトップダウンの伝播の結果です。宋王朝では、男相撲に加えて、女も参加することもありましたが、時が経つにつれ、女相撲という分派が生まれました。当時、女相撲は現在のチアリーダーに相当します。最初は、シーンの雰囲気をウォームアップするためだけのものでした。今のパーティーのように、最初に、熱いダンスに来ることがある。女力士の出場した後、すぐに現場の人々の歓声を呼び起こし、次の男相撲の人気を高めるために道を開く。また、女相撲はとても色っぽいで、人々は、それについて非常に興味があります。宋時代の女相撲は、当時に非常に人気があり、当時の首都開封では、必見のものでした。再関作、共産上、国史世、これらの戦場的な芸名は、人々の好奇心をそそるのは十分です。だが、最も魅力的な見るべきものは、競技自体ではなく、プレイヤーのホットコスチュームでした。これらのプレイヤーたちはみんな、軽い服で戦ってきますが、どれくらい軽いですか？歴史書に細かく書かれていないけれど、ラギの記載があります。最大限に軽くします。カバーいらない部分はできる限り省略されます。このアクティビティでは、トップレスであることが、ゲームのルールであると言われています。1062年、嘉佑7年の元正節では、宋仁宗朝廷とその側室たちが、千徳門広場に行き、人々と楽しんでいた。
当時、広場では、あらゆるジャグリングが盛んに上演されていました。神僧は周りを見回しましたが、興味がありませんでした。彼は偶然、熱い女相撲のショーが、進行中であることに気づきました。いきなり興味を持ち、それを非常に執着してみました。それを見た後、女の力士に、たくさんの銀の報酬を与えました。神僧は女相撲の熱狂的なファンになりました。神僧の治世中、国は安定して平和であり、経済も繁栄し、科学、技術、文化は大きく発展しました。興味深いのは、神僧が女相撲のファンでもあったことです。その後、テキパキと女力士たちが、宮殿へ連れ込まれで、定期的に、相撲を鑑賞して楽しんでもらいました。宋王朝の皇帝だけではなく、その側室たちでさえも鑑賞が好きでした。宮殿の側室たちは一日中何もしませんでしたが、相撲が好きで、相撲女の生意気で、英雄的な姿勢を見るのは、珍しく感じるかもしれません。ハーレムの側室たちは、この壮観なシーンを見ると、非常に尊敬しています。もちろん、宮殿での相撲は、主に鑑賞用で、試合は二次的なものです。彼女らはより少なく着ます。ほぼ服を着ていない。服を脱いで、テーブルに投げたままだけではありません。下着の赤いドゥドーも、脇のところに、捨てられていました。まず、腰のひねりながら、数歩歩きましたら、いくつかのジェスチャーをし、目を引く、見事な外観、人気を高めて、それから、目の前に、ミートボールのペアが、転がり、汗をかき、わずかに喘ぎます。神僧が自分の好きために、相撲を宮殿に入れて演じさせたことを、当時の芝公は同意しませんでした。上半身は裸の相撲をしている人たち、特に、相撲をしている女のスタイルは、とても露骨で、見苦しいシーンと見られ、下品な思いの広がりだと思われていました。神僧の動きは芝公を完全に怒らせた。芝公は、神僧の動きが不適切すぎると感じた。女相撲が、縄文口出を催され、非常にデタラメだったが、皇帝は側室たちを連れて、それを鑑賞し、また報酬し、さらに、道徳に悪い影響をもたらす。そこで、芝公は女子相撲についての報告書を皇帝に提出して、大まかに言って、皇居の門口で行われる相撲が、以前に設定されたルールであるなら、皇帝によって、廃止を命じるように頼みなさい。また、街頭や繁華街での女子相撲の公演を禁止するよう皇帝に求めます。さらに、誰かが、それをした場合、罰せられなければなりませんと皇帝から命じるように願いました。神僧はそれを見ては、とても不快に感じたが、あえて反対にはしなかった。皇帝は国の顔だった、道徳的エチケットの代表であるため、皇帝が先頭に立つべき、そこで、女子相撲の禁止を命じる。その後、中国女子相撲は次第に姿を消した。最後まで、ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で、